水拭くし、水び、はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシノピーです。今回はこちら、ブラスクを使ってみようかなと思います。ブラスクといったらね、今めちゃめちゃ人気のある洗車用品で、幕開けとかでもバカ売れみたいな感じの洗車用品なんですが、韓国の洗車用品かな？韓国語で書いてありますね、説明が。わからないので、ホームページの方に日本語版があります。そちらを見ながら使っていくんですが、今持ってるのが12と13。これ両方ともコーティング剤になります。ブラスクって商品に全部番号が振られていて、1から13まであるんですよ。ワックスとかだとまた違う番号、シャンプーだとまた違う番号。もちろんね、ワックスとかになると容器違うんですが、デザインは全部統一されて、並べた時にね、かっこいいなと、おしゃれだなと思うような、そんな洗車用品です。僕はこの12の方、グラフェンウォーターっていうコーティング剤なんですが、これは使ったことがあります。すごい良かったです。何が良かったか、今言うって話なんですが、水弾きと、あと、施工性がすごい良かったです。その辺もね、説明しながら今回使っていこうかなと思います。こちら13の方、スリークパーフェクトという商品なんですが、これは12の上に施工するコーティング剤みたいです。これは使ったことないので、12の上に13を乗せて、12単体と12、13のこの両方使った方、どう違うのか。そんなところをね、今回見ていきたいなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！いや、まだ行かない。まだ外行かない。そしたらこちらが12、13ですね。スプレーノズルがついていて、これを装着して使うといった感じなんですが、簡単に商品説明をすると、12ですね、グラフェンウォーターの方は、グラフェンと SiO2、二酸化ケイ素ですね。いわゆるシリカと呼ばれるもの。それを基盤に、カルナバヤシから抽出した天然カルナバ成分を配合していると。ハイブリッド系になるのかな。マット塗装や未塗装樹脂に使用するとツヤが出るので注意してくださいといった感じですね。使い方のところを見ると、4時間で効果開始し、24時間で完全効果しますと書いてあるんですが、僕が思う、効果ではないかな。僕が思う効果っていうのが、これモノタロウの撥水コーティング剤プロフェッショナルタイプってやつなんですが、これもうほらこうやってガチガチに固まってるんですよ。こういうのを効果型と僕は呼んでいますが、このブラスクの12は僕の中でいう定着に近い感じですね。けど塗った時にツヤが出て、それを放置しておくと取れなくなるので硬化しているというなんかメーカーの判断っていうか、実際に硬化してるんだろうね。顕微鏡レベルなのかな、わかんないけど、ガラスのように固まるわけではないけど硬化という記載があります。僕の中では硬化型っていう認識ではないといった感じですね。続いて13ですね。スリークパーフェクト。これはチタン、グラフェン、SiO2、先ほども言いましたがシリカですねを基盤に、塗装に優れた光沢と持続力はもちろん、優れた汚れ防止と撥水力が期待できる製品ですと。チタンを加えることで防汚性とスリック性を高め、施工時の満足度を上げました。ナンバー11ワックスなんですが、そのナンバー11だったり、先ほど紹介したグラフェンウォーターですね、ナンバー12を施工した後に施工すると防汚性とスリック性を付与し、完璧なコーティングソリューションが完成しますと。13の方はボディ面はもちろんのこと、未塗装樹脂やヘッドライト、ホイールなど様々な部分に使えます。ブラスク製品でも唯一マット塗装や PPF プロテクションフィルム施工車にも使用できますといった感じです。13の方は4時間で半定着し、24時間で完全に定着します。効果とは書いてないですね。そういった違いがあります。で、容量は 500ml。そしたら実際に使ってみましょう。はい、そしたらこの車に施工していこうと思います。現状なんですが、こんな感じです。軽く磨いてコーティング剤を落としました。だから水をたっぷりかけると浸水っぽくなって、ちょっとずつ水が引いていくみたいな
こんな感じですね。撥水はしておりません。でここに今回フラスクの12、13を施工してどう変化するのかっていうのを見ていきたいなと思います。はい、そしたら準備ができました。でマスキングテープ真ん中貼りました。左右にブラスクの12と13を施工するんですが、13の方は12の上に乗せたりするような商品なので、一旦ね両方とも12を施工して片側には13を乗せて最終的にどんな違いがあるのかっていうのを見ていこうと思います。使い方としては12の方は乾式ですね。ボディが濡れてない状態で使います。使用方法1、表面の水を完全に取ってください。2、使用前に製品をよく振ってからボディに適量吹きかけ、きれいなタオルですぐに拭き上げてください。3、4時間で硬化開始し24時間で完全に硬化します。施工後24時間はなるべく水に濡れないようにしてくださいということですね。使い方は本当難しくないです。そしたらやっていきましょう。まずは運転席側からいきます。適量、こんな感じで、反対側も施工するので飛び散っちゃっても問題ないでしょう。塗り伸ばして、でこの時は若干ムラ出ます。濃いところと薄いところで面を変えてこう伸ばしていく感じ。そうすると綺麗にムラが取れます。ほんとね、ムラになりにくいっていうところがいいですね。でワンプッシュで結構出てくれます。今ちょっと調子こきましたね。2プッシュぐらいで結構十分じゃないのかなぐらい出てくれます。この大きさってもうワンプッシュでもいいかも。こんな感じです。ムラにならないので逆にねツヤ大丈夫かなって思ってるぐらい。それは最後ねマスキングテープを剥がしてツヤの方を見ていきたいんですが、施工の方はこれで終了です。そしたら24時間後13の方を施工したいなと思います。はい、そしたら1日が経過したので13の方を施工していきます。片方12のままでもう片方は13を上に乗せていくんですが、砂ぼこりが乗っているのと12の水はじきね、もう水かけて大丈夫な状態なのでどんな感じかお見せしたいなっていう頃で一旦水をかけます。いきます。こんな感じ。全然まとまりにならない、かなりバチバチな撥水ですね。そしたら吹き上げて13の方を施工していきます。ちなみに13の方は湿式でも使用可能ですね。ボディがこう濡れた状態でも使用可能です。12の方はボディが乾いた状態だったんですが、どちらでも大丈夫っていうのが、13の特徴ですね。そしたら一応乾式で施工したいので吹き上げます。はい、そしたら助手席側に13を施工していこうと思います。スリークパーフェクトですね。先ほど言った通り乾式、湿式どちらでも大丈夫です。乾式の場合は洗車後乾いたタオルで表面の水滴を完全に取ってください。ボディに直接適量吹きかけ、乾いた綺麗なタオルですぐに拭き上げてください。で湿式の場合は洗車後水滴が残っている状態でボディに直接適量を吹きかけ、固く絞ったタオルで水拭きし、伸ばした後乾いた綺麗なタオルで拭き上げてください。もしくは濡らして固く絞ったタオルにスプレーを適量をなじませてからボディに塗り広げて、間を置かずに乾いた綺麗なタオルで拭き上げてください。こちらも4時間で半定着、24時間で完全定着、12時間はなるべく濡らさないようにしてくださいということです。乾式と湿式どっちがいいかでいうと、効果をある程度出したいんだったら乾式の方がいいかな。どっちでもいいよっていう商品に関してはね。湿式の方がそのツヤ、水はじきっていうのはちょっとなんか劣る感じあるけどムラになりにくいっていうのが特徴ですね。今回は乾式でいきます。こんな感じで全体に塗り伸ばしながら最後拭いていくと。なんかツルツルになった感じはあるね。触り心地っていうのかな。こんな感じです。簡易的なコーティング剤なので施工はすぐ終わります。そしたら明日水をかけたりなんなりしたいなと思います。はい、そしたらフラスクの13を施工してから1日経過しました。水をかけてみようと思います。
でもうね、黄砂みたいな、黄砂っていうか隣の敷地が砂地なんですよ。その砂ぼこりがもう結構ついてますね。じゃあちょっと水をかけていきます。右が12、13でね。で、左が12のみいきます。うわ、すごいね、撥水力は。こんな感じです。違いあります？撥水力はすごいんだけど分かりづらいね。なんとなく13の方が水滴小さいような気がするんだよね。そんな大きな差はなさそう。水力はすごいわ。ちょっと軽く洗ってみますか。こんな感じです。まあ洗ったんですが、水はじきはそんな差はないかなっていう感じですね。引き上げてツヤとかを見てみましょう。一回ね洗ってるのでツヤ感は落ち着いてるような気がするんですが、ダブルで施工したところ、12、13で施工したところと12のみで何か違いがあるのかっていうのは一応見ていきたいかな。マスキングテープを剥がしていきます。ムラになりにくいのでそんなツヤ感っていうのはないんじゃないかなと僕は思ってます。まあ若干ねツヤ出てるけど言うほどじゃないかな。ニセコと比べてツヤ出てるけどすごいはっきりとした感じではないですね。13の方がツヤが出てるかと言われたらそうでもない。12だけでも十分じゃないかな一旦は。でニセコと比べるとこんな感じですよ。水はじきの違いすごいね。撥水力はほんとね凄まじいですよ。楽しすぎるけどなんか水の飛び方が違うね。微妙に違う気がするぞ。これなんだ、滑りなのか。何回やってもこれ同じだな。こっちの方が水がタラーンと垂れる感じがあるの分かります？もう同じようにかけますね。あ、水滴が小さいのはやっぱ13施工した方かも。ノズル逆さでやってみようか。やっぱそんな感じするわ。ちなみに肌触りなんですが、なんとなくね13の方が滑りいいかも。12の方がちょっと食いつく感じがあるね。マスキングテープ乗っけてもわからないか。僕が触った感じは13の方が若干いい。ほらこの差だ。こっち止まる、真ん中ニセコ止まる。ほらこの差、自分の手の感覚合ってるわって思ったらなんか嬉しいね。ニセコの方がまだ滑る感じあったもん。12の方がやっぱ食いつく感じがあるね。水はじきじゃなくて滑り感はちょっと衰えるのかな、12を施工すると。ニセコと13は結構似てるなってなると、12の方がコーティング剤施工したことによってクッてなる感じがあるのかなと僕は思います。面白い。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらブラスクの12と13を使ってみました。使ってみた感想なんですが、僕がね1本使い果たしているっ
っていうところからもわかる通り、結構いい商品です。特に僕はね、撥水鏡っていうか、水弾きが好きなので、そんな人におすすめかな。ツヤのところで言うと、あんま言うほどツヤは出ない。ツヤが出ない代わりにね、ムラになりにくいっていうメリットがあります。逆にツヤが出るような商品ってムラもね結構はっきり分かったりするので、ここはねあんま両立できないのかなとは思っております。なのでどんな人向けかで言うと、簡易コーティング剤なのでパパッと施工できて、結構バチバチのね撥水を求めている人、そんな人におすすめかなと僕は思います。ネックなのはねちょっと高いっていうところですね。12が税抜きで6000円で、13が7000円。これがねまあまあするかな、ちょっと手が出にくいかなっていうところではあるんですが、人気な商品にはねやっぱ理由があるっていうのが分かるような、そんな商品ですね。高いけど水弾きはかなりいいです。だから撥水好きな人はねぜひ購入検討してみてください。12と13で言うと、これもね13の方をもっと詳しく検証していかないとね正直よくわからないところなんですが、一旦12でもいいのかなと思います。13の方がやっぱ12に比べてちょっと滑りがね、逆に12の方が滑りがちょっと劣る感じがあるのかな、そんな感じはありました。で水弾きはそんな大きな差はなくて、13の方が若干いいかなっていう感じはするんだけども、これはね上に乗せてたりもするので、なんか単体でのなんか比較とかもしていかないといけないなとは思っております。それはリクエストがあればね今後やっていきたいなと思います。一旦はね気になる人は12購入おすすめします。それから他のものみたいな、一番スタンダードだと思うので、気になってる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。